皆さんこんばんは、さちです。今回はダイソーで購入したネモフィラグリッターを使って先日ご紹介したのとはまた違ったネモフィラネイルをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはジーニッシュのネイルプロテクター02番を使いました。まずはキャンメイクの N29 番を使います。N29 番を小指以外に塗っていきます。先日は綺麗めなネモフィラグラデをご紹介しましたが、今回は大人可愛い感じのデザインです。こちらの乳白色をベースカラーとして塗っていきますが、あまり実目を透けさせたくないので色付きベースを使いました。春夏は透け感のあるカラーを使うことが多いので、実目の透け防止のために色付きのベースコートは必須アイテムです。ジーニッシュのネイルプロテクターはハードなタイプなので、塗るだけで実目を物理的に補強できるし、乾くのもめちゃくちゃ早くておすすめです。小指にはネイルホリックの BL009K を塗ります。細かいシルバーラメが入った透け感のあるくすみブルー、キャンメイクの N82 番を濃くしたような色味です。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。カラーが乾いたら親指、中指、小指に2度塗り目を塗ります。2度塗りでもまだ実目が少し透けてしまうけど、今回のデザインならこれくらい隠せれば OK です。気になる方は乾いてからもう一度重ねてください。こちらのブルーは2度塗りである程度実目を隠せます。パープル味のある絶妙な色合いで可愛いですよね。人差し指と薬指は BL009K を爪先に重ねていきます。ハケの先端の丸みを利用して丸く塗っていきます。乾いたらもう一度重ね塗りするので、この時点でムラは気にしなくて大丈夫です。ガイドを作るような感じで薄く重ねてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。BL009K とペーパーパレットを使います。ドットペンも使います。ドットペンはダイソーでも購入できます。BL009K をパレットに少し出してドットペンに取ったら親指にお花を描いていきます。ドットを5つ描いてお花の形にしていきます。ドットペンはペン先に少したっぷりめに液をつけて、ペン先が爪に触れるか触れないかくらいで液を優しく置くようなイメージで描きます。こちらはネットで購入したドットペンですが、同じような金属製のドットペンがダイソーにもあります。大きさが違うものが3本入って100円だったと思います。余白部分にもドットを描きます。こんな感じ。ドットペンはキッチンペーパーなどに拭き取れば OK です。中指にも同じようにお花を描いていきます。中指は親指に比べて爪が小さいので、根元と爪先側はドットを5個描かなくても3つくらいで大丈夫です。ちなみにドットペンがない方は爪楊枝でもできますよ。爪楊枝の平らな方に液を多めにつけて、ドットペンの時と同じように優しく液を置くようにすると綺麗に描けます。人差し指と薬指は爪先のブルーをもう一度重ねます。1度目に塗ったガイドに沿ってムラを隠すように少したっぷりめに塗ってください。ネイルホリックはリニューアルしてからさらに速乾になったので、ゆっくり塗ると少しムラになりやすいです。ガイドに沿ってさっと手早く塗るようにしてください。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ネイルホリックの WT081V を使います。WT081V をパレットに出してドットペンに取ったら、先ほど描いたお花の中心にドットを描いていきます。普通のホワイトでも試してみたのですが、パールの輝きがある方がより可愛く仕上がります。ここでは乾燥時間は取らずに次に進みます。ダイソーのネモフィラグリッターを使います。ジャンコードはこちらです。今回はパープルのお花とゴールドのホイールを使います。
まずはゴールドのホイルをキッチンペーパーに少し出して小さめにちぎっておきます。糊代わりにベースコートを薄く塗っておきます。ちぎっておいたホイルをバランスを見ながらつけていきます。余白が気になる部分に少し大きめのホイルをつけて、つけたホイルの周りに小さめのホイルをつけるようにするとバランスを取りやすいです。中指にも同じようにホイールをつけていきます。ホイールをつけた後は指で軽くトントンとしてホイールをしっかり密着させるようにしてください。糊代わりに使うのはトップコートでも大丈夫です。小指の根元にも少しだけホイールをつけます。今度は紫のお花とスタッツを使います。人差し指の真ん中にベースコートを塗ってお花パーツをつけます。少し厚みのあるフレークです。お花をつけたらお花の横にスタッツもつけます。アクセサリーみたいなイメージでつけました。薬指にも同じようにパーツをつけていきます。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗って30分くらい乾かしてからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ネモフィラネイルの完成です。ネモフィラのような小さいお花も可愛いし、アクセサリーっぽいフレンチデザインもお気に入りです。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。小指は同じで、その他の指は左とすべて逆にしました。ダイソーのグリッターをどう使おうか悩みましたが、いい感じに使えたんじゃないかなと思います。お花のパーツは少し厚みがありますが、普段のトップコートでしっかり固定できます。ダイソーで見かけたらぜひ購入してみてくださいね。次回はまた大好きなカシスソーダを使ったデザインです。楽しみにお待ちくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。